はい、皆さんこんにちは。ぐち夫婦のしのです。今日はね、おせち料理作っていきたいと思います。テーマは2時間で2人前がワンプレートでできるおせちです。おせちってね、なんか手間がかかって何日も仕込んだり買い物したりで大変なんじゃないかなって思う方もいると思います。あとデパートとかね、スーパーでも最近コンビニでもね、美味しいのが売ってるので買うのもいいなって思ってる方もいると思うんですけど、お正月にね、手作りのご飯食べれるっていうのはなんか幸せだなって思うので、ぜひ皆さんも手軽におせち料理作っていただきたいなと思ってこの動画を撮影しています。でね、今回このおせち料理は本当材料も少なくて手間なく楽しく、ちょっとね盛り付けにこだわって少し華やかになるような、そんな仕上がりを目指しています。はい、それでは早速作っていきます。材料ね、こちらです。そんなに頑張って買わなくてもいいぐらいなんじゃないかな。鶏肉があって、エビ、あと野菜もこの量で、今日ね最小単位で買いました。そして黒豆だったりね、栗の甘煮、かまぼこ、伊達巻き、こんにゃくのあたりはね市販のもので頼っていきます。そして栗きんとんにはこちらの焼き芋を使います。焼き芋ってこれだけでももう柔らかいし甘いし、こねて栗合わせるだけで本当に簡単な栗きんとんができるので、ぜひそちらも作っていただければなと思っています。今日はこの出来上がりを最初に皆さんにお見せしようかなと思います。はい、出来上がりがこちら。はい、それでは1品ずつ作っていきます。料理スタート。ではまずは筑前煮から作っていきます。筑前煮は炊飯器で作ってパパッとスイッチ1つでできちゃうレシピです。こちらが筑前煮の主な材料です。この他にね、だし汁、醤油、みりん、酒、お砂糖が入っていきます。では鶏肉切っていきます。鶏肉ね、加熱するとちょっと縮むので、少し大きめの一口大に切っていきます。唐揚げサイズぐらいですね。はい、それでは野菜です。人参からいきます。皮を剥いてだいたい3分の1本ぐらいをなますに使っていきます。上の部分を出して、ちょっと大きめのね乱切りにしていきます。お好みで時間があれば飾り切りとかねやってもいいと思います。はい、続いてレンコンです。レンコンも皮を剥きます。より時短にしたい方はその水煮だったり煮物用野菜とかそういったものをね活用してもいいのかなと思ってます。乱切りです。これもお好みで花形とかね飾り切りしていってもいいと思います。少しこちらも大きめに切っていきます。そして酢水を用意しました。こちらにねレンコンは入れておいて色止めしていきましょう。続いて椎茸です。きのこ類は水で洗わないようにしてください。乾いたペーパーなどでしっかりと汚れを取ってあげましょう。軸を取ってだいたい同じぐらいの大きさになるように切っていきます。3等分ぐらいかな。はい、たけのこ、水煮の半分のものが売ってたのでね、そちらを買ってきました。乱切りしていきます。はい、そしてこんにゃく2分の1ぐらいのサイズのものがね売ってました。こんにゃくね、パッケージしっかり確認してください。アク抜き済みとかアクを抜いてくださいとかいろいろ書いてあると思うので、アク抜き済みを買ってきたんですけれども、アク抜き前のもの買った方は熱湯でね茹でて下処理をしてください。こんにゃくね、こういったガラスボウルだったり湯飲みだったり茶碗だったりで断面を少しボコボコにしてあげることで味が染み込みやすくなります。お子さんのお手伝いでこれをやってもらうのも安全で楽しいかなと思っています。で最後に絹さやです。ここに筋があります。はい、この筋のところをクッと取って下にスーッといきます。そうすると下にぶつかるのでちょっと切り込みを入れて下の筋も取っていく。こういったね緑の野菜だけ色が変わってしまうので、炊飯器にはこちらは入れずに最後トッピングで使います。絹さやはね薄いのですぐに火が通ります。なのでこういったねボウルなどに沸かした熱湯を入れます。はい、でこの熱湯に 1,2 分つけておくと火がね通ってきます。はい、野菜の下ごしらえ OK です。では炊飯器に入れていきましょう。調味料を入れていきます。だし汁です。
これ鍋でだしパックに出したものなんですけれども、顆粒だしを使っても大丈夫です。でここにお醤油、みりん、お酒でお砂糖です。こちらを加えて、お砂糖を混ぜ溶かします。混ざったところで野菜から入れていきます。人参では続いてレンコンです。レンコンは酢水にさらしたものを水で洗ってざるで水を切っています。そしてたけのこ、しいたけです。アク抜き済みのこんにゃくで鶏肉も入れます。全体にねしっかりと煮汁を絡めます。平らになるようにしてならして、はい、これで炊飯器に入れていきます。では炊飯器に入れてスイッチオン、通常炊飯していきます。では続いてエビのうま煮いきたいと思います。エビです。下処理していきます。このね殻をついたままこの背中のところに爪楊枝を刺して背わたを抜いていきます。スッとね抜けていきます。エビのこのちょんちょんって出てる足とかね、尾っぽの部分の尖ったところは危ないので、そこをねカットして処理していきましょう。キッチンバサミ使っていきます。目は残してあげて、で尻尾もこのところを上の真ん中のところですね、こちらの部分をいきます。形をねちょっと綺麗に仕上げたいので爪楊枝で固定します。だいたい真ん中ぐらいから爪楊枝を刺してちょっと丸い形に仕上げたいのでスッと貫通させます。こんなイメージです。はい、鍋を用意しました。こちらにだし汁、みりん、酒を多めにね入れていきます。100ミリです。こちらで温めます。煮立ってきたところでエビを加えていきます。でこのままエビは3分ほどで加熱していきます。エビの大きさによって加熱時間は異なるので、ちゃんと火が入ったかどうか確認してから取り出してください。はい、ではねエビを取り出します。あんまり入れとくとね硬くてパサパサしたエビになっちゃうので、一回エビのみ取り出していきます。火が入ったかの目安は中の身がちゃんと白くなってるか、それをね確認してください。良さそうですね。煮汁をね半量ぐらいになるまで煮詰めていきます。煮汁が半量ぐらいになってきたところで火を止めます。そしたら粗熱が取れてからエビに漬け込みます。袋などを使ってエビを入れて汁を入れて浸しておきます。このままね浸していくことで味がぐぐっとエビに入っていくので、そのまま盛り付けまで置いておきましょう。では3品目、時短なます作ります。なます漬け込むのにちょっと時間がかかるんじゃないかなって思うと思うんですが、大根の切り方を繊維を立って切ります。これがポイントです。大根をこのままスッと輪切りに線を切っていって、スライサーなど使っても大丈夫です。だいたい私今 2,3 ミリ幅ぐらいを目安に切ってます。最後薄いところ危ないので半分に切って下をまっすぐ固定してからのように薄切り、半月切りですねにしていくと安定しやすいので、端から大根の中のね水分を抜いておきます。人参です。人参と大根の割合は大根7の人参が3ぐらいがバランスがいいんじゃないかなと思います。こちらは繊維に沿って切っていきます。少し人参は大根に比べると水分が少なくて硬いので、しっかり下までククッと切るようにしていきましょう。そうしたら大根を入れたトレーに一緒に人参も加えて、人参にもね塩を一緒になじませて程よく水分を抜いていきます。このまま水分が出るまで5分ほど待っていきます。その間に漬け汁を作ります。合わせ酢です。酸味が程よい穀物酢にお砂糖を加えます。よく混ぜ合わせます。沸騰して加熱します。大きめのボウルを用意しました。ここに大根を入れて、なるべくしっかり水気を取るようにしましょう。で水気が取れたところで先ほどのお酢、お砂糖をレンチンしたものを加えます。でこのまま
しっかりとなじませます。はい、なますはこちらで OK です。盛り付けまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、では続いて4品目、栗きんとん作ります。焼き芋だいたい1本で 500g ぐらいです。しっとりふっくら仕上がってます。そしてこのね栗の甘露煮使います。でこのね栗の甘露煮の汁も一緒に煮ていくので、この汁も取っておいてください。ラップをしてレンジ加熱していきます。焼き芋レンジ加熱を終えました。ほんのりね温かい感じです。皮を剥いていきます。わあ美味しそう。スライドするように切っていきましょう。こういったちょっと筋だったり皮はねきれいに除くようにしていきましょう。で手でほぐしていきます。マッシャーで潰していきます。ポリ袋とかに入れてねこう袋揉んで潰していくやり方でもいいと思います。そんなにね力を入れなくても早く火が通る感じです。気になる方は裏ごししてもいいと思うんですが、このままでもね十分美味しく仕上がると思っています。はい、では先ほど潰した焼き芋を鍋の中に入れます。でね、ゴムベラなどを使ってこのまま弱火でねしっかり煮ていくんですが、ここに使うのが栗の甘露煮の汁です。さつまいもの持ってる水分量によって仕上がりが異なってくるので、汁はね加減しながら入れてってください。大さじ2の大さじ4私入れました。でこのまま練るようにして混ぜてきます。練りながら味を見ていただいて、あまりにもちょっと甘みが強いなって時はお水でね伸ばしていくのもいいと思います。糖分が入る分ね焦げ付きやすいです。なのでしっかりと混ぜながら練りながらいってください。栗をね刻んで中に入れ込んでもいいと思います。はい、いい具合に仕上がりました。粗熱取れたら盛り付けて完成です。はい、ではかまぼこ切っていきます。かまぼこはね手軽な飾り切りをしていきたいと思います。だいたい1センチぐらいに切ります。そこを落として、なので今日は4つ使います。切り込みを入れていきます。でスススーッと上下に動かしていって、だいたい3分の2ぐらいのところまで切っていきます。このようなイメージです。そしたらねこの上の部分だけ切り込みを入れます。中央にスーッとだいたい端が1センチぐらい残して切り込みを入れます。こんな感じです。でこのままくるんとねじります。それで戻してあげる、はい、こんなイメージです。はい、かまぼこが仕上がりました。伊達巻きを切ります。これはもう切るだけ。はんぺんからね作る方法も他の YouTube で私たち載せてるので、よかったらそちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、だいたいかまぼこと同じぐらいに切りました。4つ使います。そして今日ねなますこの柚子の容器を使います。手軽に作ってるからこそ器をこだわるとパパッと作った感がなくなるのでね、ちょっとこう可愛く盛るのもおすすめです。柚子の上から4分の1ぐらいだね、そこの部分に切り込みをまっすぐ入れていきます。はい、スプーンなどでこのように身をこそげます。破れやすいのでね柚子は注意しながら種も少しずつ取っていくとね種が出て果汁が出て、あとは皮が残っていくので、最後にこの皮もしっかりくるくる回して取っていくようにします。柚子の皮を使ったカップが2つできました。では筑前煮ができたようなので炊飯器見てみたいと思います。炊飯器で作った筑前煮の炊き上がりがこちら。しっかりと味が染み込んでます。わ、いいね、美味しそう。お肉もホロホロで、味も染みてますね。では全て盛り付けていきます。はい、では柚子のカップになますを入れていきます。ちょっとね少しもりっとするぐらいの方が見栄えがいいかなと思ってます。いくらとかあればね、いくらも上にちょちょんと乗せると可愛いんだけどね、最初はちょっとしっかりめに入れて安定させて、あとはふわっと中央を高めに盛る。はい、こんな感じです。はい、そして黒豆です。そのままねワンプレート乗せるとコロコロしちゃうので、今日はこういう可愛いお皿があったので、こう豆皿とかねここに入れていきます。
お好み量のせてください。最近コンビニでも売ってるもんね。はい、黒豆 OK。 そして筑前煮に使う絹さや斜め切りにします。後ほどね最後に添えていきたいと思います。はい、そして栗きんとん、これねこういうボウルなどにラップを敷いてこちらを適量のせていきます。ラップの上をこう持ち上げるようにして少し形をこう丸く整えながら、で上のところをキュキュッとちょっと強めにねじって、むしろこのねじった後もつけるぐらいなイメージで絞ったものを広げていきます。はい、こんな感じいいですね。ちょっと立派な栗だね、大きいね。1個のせちゃいましょう。はい、形をねちょっと押した分へこんじゃうので整えて、栗きんとん出来上がりました。そして漬けておいたエビの状態を見てみましょう。短時間でもしっかりと使ってます。はい、では全て揃ったので早速プレートにのせていきましょう。今日はこの黒い丸いプレートを用意しました。結構おせち一個一個が華やかだったり彩りがあるので、こういったねシックな色が絶妙に合うと思います。ではまず黒豆、そしてなます真ん中に置いていきます。伊達巻きとかまぼこも並べていきます。ちょっとずらしながらかまぼこも並べる。はい、続いて栗きんとん左端に置きます。こういう葉っぱを少し添えるとまた雰囲気が出ていい感じに仕上がります。真ん中に置きました。周りはねちょっと汁気が出るので、汁を切りながらのせると盛り付けた時に綺麗に見えます。軽く汁気を取ってあげて2つのせます。はい、エビが乗りました。で最後にここに筑前煮をのせていきます。ちょっと上品にそれぞれの具材を 1,2 個ずつ丁寧にのせていきます。絹さや斜めにのせます。全体のバランスを整えて、こちらでワンプレートおせちが完成しました。どう？すごい豪華じゃない？いかがでしたでしょうか。2時間で2人前のおせちに見えないおせちが美味しくね仕上がりました。ポイントは時短にできるところはね手をねできるだけ省いていくこと。今回栗きんとんは焼き芋を使ったし、炊飯器でね筑前煮を作りました。エビも少し煮てつけておいたりとか、なますも繊維を断って切って染み込む時間をねぐぐっと短縮しました。ちょっとしたひと手間なんだけれども、盛り付けを少しこう丁寧にこだわることでより見栄えもよく美味しそうなおせちができました。これでいいお正月を迎えられそうです。皆さんもぜひ作っていただけたら嬉しいです。概要欄にレシピ載ってます。他のねおせちのレシピとか年越しそばのかき揚げのレシピとかも YouTube にありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。良いお年を。バイバイ。